師匠待ってました。出てやるか。もう有名ですよね。いや、そうでもないです。たけしさん。そうでもないです。もう長いよね。ラジコン歴だけは長いですね。長いですかね。オーバードーズ歴も多分ここの今日来てるメンバーの中では一番長い。たけしさん好きな女性のタイプとか。好きな女性のタイプ。はい。ヤンキー。ヤンキー。ワンレン。ワンレン。ソバージュ。ソバージュ。じゃあちょっと今いる？いますよ。山形には。山形いる？いますよ、いますよ。何スナック行くとそんなノリばっか？ええ、基本冗談です。向こうの人結構お酒飲みますよね。お酒ですか？うん。いや、そうでもない。たしなむ程度に。たしなむ程度。なるほどなるほど。でも女の子いないとお酒進まないです。たしなむ程度なんで。本当の酒好きじゃないんですよ。なんか雰囲気が大事じゃないですか。ラジコンもそうだけど、お酒飲む雰囲気もやっぱ大事だと僕は思うんで。まあ確かに一人で飲むのってつまらんもんね。つまらんですね。で、そんな量飲めないですもん。一人で飲むときは。だけど、ね、ワーワーガーヤーいると、最近はなんかもう、女の子っていうよりも、なんかこう説教したりなる年になってきちゃいましたね。恥ずかしながら。どんな説教するの？なんか高声上げて、おめえって多分なってる。なんないか。本当に？いや、冗談です。たけしさんさ、なんでラジコンをやろうと思ったの？ラジコンやろうと思ったのは昔実写をたまたまやってたんですよ。で実写をやっててラジコンでドリフトがあるよっていうのが聞いてやったんですよね。めちゃめちゃ難しくてできなくて一回やめて、でまたそのヨコモからそのドリパケっていうのがありましたね。スタンダードのやつが、それを自分で買ってさっき借りてたんだけど、自分で買ってやっちゃったらもうアルミパーツつけたくなってめちゃめちゃかっこよくて、そっからめちゃくちゃハマったっすね。だから最初公園で遊びましたし、電飾いっぱいつけて、で地元にサーキットがなかったんで、隣の仙台に行ってめちゃくちゃ練習しました。悔しくて。チームウェルドのワークスドライバーになったきっかけっていうか、ぶっちゃけ自分当時花があったと思います。その花が伊藤淳代表に止まったんじゃないかなと僕は推測してます。昔から花って派手ですよね。派手だけでやっぱ花って咲かないんですよ。何かしらこう一歩たけてるもの、やっぱそれってすごく大事なことだと僕は思ってるし、ドリフトだったら周りをこう沸かせるとか、たけしが走るよって時にたけし走るのってこう見てもらえるように自分なりに何かこう一つで、それがやっぱドリフトのなんか醍醐味なのかな。自分で長けてるところってさっきおっしゃってたんですけども、どこが特に長けてると思いますか？これ毎回難しいんですけどね。RCDC っていうのはやっぱり一種のお祭りだと思ってるんじゃないですか。すごい盛り上げてますよね、いつも。やっぱ自分がちょっとさらけ出してバカになっていかないと、こう周りのギャラリーがこうなんていうの、応援してもらえるように、例えば車の動きにしたってそうだし、振りのキレとかもそうですし、そういうものであいつ何か一発やらかしてくれるんじゃないかなっていうところにフォーカスして、毎回そこはなんか東北といえばちょっと派手とかキレがあるとか、そういうものをちょっとアピールしたいなと。将来的にどんなドライバーになりたいとかありますか？もう将来は将来でも将来来ちゃってる部分がすごく若くないじゃないですか。もうヤングドライバーがいっぱいいる中で、言ったらもう総長なんかも同じ世代ですし、自分の年相で何ができるってなった時に、まだまだやれんぞっていう風な何かこう一歩なんかないかなと毎回こう探り来てるんですけど、今回はちょっとまだ見つかってない、残念ながら。それが見つかった時は逆にゴールなのかな。だから見つかんないからまだ頑張るし、見つかっちゃったらなんかもう天井じゃないですか。やっぱ天井が見えるまではまだまだやりたいなっていう。かっこいいですね。よく言われます。なんかね、こうやってね真面目に聞いたの初めて。そうですよね。ありがとうございます。いつもなんか適当っすもんね。ちゃちゃ入れてるだけなので、人に見られるのがやっぱ緊張もするけど、なかなかこの年になってこうすごい緊張ってやっぱないんで、だからこの RCDC というこのイベントも最高ですよね。最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。